今回はお好みの布生地でオリジナルのロールスクリーンを作ってみましょう。こちらの材料と道具を使って DIY していきます。窓枠の内側に取り付ける場合、まず窓枠の幅の内寸を測り、次に窓枠の高さの内寸を測ります。窓枠を覆うように取り付ける場合、窓枠の幅、高さの外寸を測ります。この寸法が仕上がり幅と仕上がり丈になります。生地の幅は仕上がり幅よりも両側に約2センチずつ短くなります。窓枠の外側に取り付ける場合は、測った幅に5センチ程度足して仕上がり幅を調整しても構いません。今回は窓枠の内側に取り付けます。幅を調整する場合は各パーツをカットします。ローラーパイプはスプリングモーターを取り外してから仕上がり幅より 43mm 短くシルバーのパイプ部分を測り、金の子などでカットします。ボトムバーはキャップを外して仕上がり幅より 38mm 短くカットしましょう。セットテープは仕上がり幅より 43mm 短くハサミでカットします。生地を裏向きに広げ、端から約 30mm 以上分け、生地に沿ってスクリーン幅のカットラインを引きます。引いた線から仕上がり幅を測って、反対側にも線を引きます。反対側の線から 43mm 内側に線を引きましょう。この内側の線がスクリーン幅のカットラインになります。スクリーン丈の方向は、まず仕上がり丈の寸法で線を引き、そこから 200mm 足したところにもう一本線を引きます。この足した線がスクリーン丈のカットラインになります。縦と横のカットラインが直角になるようにしましょう。ボトルスティフナーは生地のほつれ止めになります。スクリーン幅のカットライン上に約20から 30mm の幅で塗ります。反対側のカットラインにも塗って、完全に乾かしてからカットラインに沿って生地を切ります。スクリーン丈のカットラインには塗らずに切りましょう。生地を表向きに返してスクリーン上部に 9mm 幅のセットテープを貼り付けます。下部にも 15mm 幅のセットテープを貼り付けます。ローラーパイプからスプリングモーターを取り出し、スクリーン上部の 9mm 幅のセットテープをローラーパイプの溝に差し込みます。スプリングモーターを元の位置に戻してはめ込みます。ボトムバーの両端にあるボトムキャップを取り外して、アクセサリーを中央にセットしたら、スクリーン下部の 15mm 幅のセットテープを一巻きしてボトムバーの溝に差し込みましょう。ボトムキャップを元の位置に取り付けます。ローラーパイプにスクリーンを巻きます。スクリーンを下げるときに内部のスプリングが巻き上がる仕組みです。このようなタケノコ状態の巻きずれは NG。 シワやたるみが出ないよう注意して巻きましょう。角溝があるブラケットが左側、丸穴のあるブラケットが右側に来るようにして窓枠にビスで取り付けます。
右側のブラケットにローラーエンドを差し込み、左側のブラケットの角溝にカチッとロックさせましょう。スクリーンを引き下げて上までうまく巻き戻れば完成です。スクリーンが自然に下がったり上まで巻き戻らない場合、下がった状態でスクリーンを外すと内部のスプリングが巻かれた状態のままになっているので、スクリーンを手で巻き直して再度ブラケットにはめ込みます。組み立ての際は付属の説明書をよくお読みください。